どうも、小型水槽大好きカプラです。おはようございます。小さな水槽で綺麗な水草水槽を管理するのって結構大変だと思ってる方多くありませんか？難しい知識だったり、超絶妙な水替えだったり、液肥の添加とか、栄養剤の追肥とか必要なんじゃないのと思ってませんか？私も最初そう思っていました。ですが、意外とやってみると簡単に作ることができました。こちらの横幅25センチ、奥行き17センチのとっても小さなスリム水槽で水草育成をしました。緑や赤の水草がとっても綺麗です。この水槽は立ち上げてから3ヶ月が経ちました。一度も水替えをしないで維持しています。あえて水替えをしないことでこの水槽をきれいに維持しています。水替えしないで水草水槽が楽しめるなら楽ですよね。小型水槽って水質が変化しやすいと言われています。そんな環境で可能な限り楽して放置できるきれいな水草水槽を作るポイントは、使用するレイアウト素材や水草の厳選が超重要です。今回私が行った小型水槽の立ち上げ手順を公開します。観葉植物のように置くだけで楽しめる、できるだけ難しい管理をせず放っておける水草水槽を作っていきます。今回この小型水槽でこれだけの水草水槽を作れました。何でもチャレンジしてやってみることが大事だと思いました。そしてやり方は、まずは自己流ではなくて徹底的にパクる TTP ですね。私の作る水槽はできるだけ水替えをしません。というのも、水替えをすると黒ひげゴケが生えやすくなる水質だからです。どうしても高度が上がってしまう環境のようです。私の放置水槽はほとんどが GH4、KH2 という数字を叩き出しています。超軟水です。これは水草たちが栄養を吸収しまくって、より軟水に近づけてくれているとも言えます。なので私は水替えをせず軟水を維持できています。水替えをしないことで水質の影響を最小限にできるので、割とどんな地域に住んでいる方でも実行可能な水槽作成かなと思っています。改めましていつもご視聴ありがとうございます。カプラです。このチャンネルでは忙しい人でも楽して綺麗な水槽を長期維持することをテーマに動画を作っています。ぜひチャンネル登録していただいて、少しでもお忙しい皆さんの参考になればと思います。それでは水槽の立ち上げから振り返っていきます。水草水槽の立ち上げは大きく分けて8個に分けられます。この動画ではこちらの4個までを振り返ります。残り4個は次回徹底解説します。ということで、最初はこの項目の中の水槽を選んで土を入れてレイアウトをして水を入れるところまでを振り返っていきます。最初に用意した機材をささっと紹介します。後ほどやりながら詳しく話していくので、ここでは名前程度に留めておきます。水槽がジェックスグラステリア250ブラックズームです。ソイルは2種類です。リベラソイルノーマルとサプリソイルスーパーパウダーです。リベラソイルは使い切ってしまったので、手元にパッケージがありません。この中に入ってます。栄養補助剤としてイニシャルスティックです。これは今回の動画では使わないです。あと、水質検査の紙。Amazon で買った適当なやつですね。石は木化石と溶岩石ですね。これは後でレイアウトによってちょっと変更するかもしれません。小型水槽に合わせて小さな機材を集めました。ヒーターが世界最小 USB ミニヒーター。冬場の管理なので使いました。ろ過が世界最小外掛けフィルター。これも USB タイプですね。それとライト。ウィークアーカーのミニ9ですね。これも USB タイプです。露材にはこのアクアプレフィルターを使います。何度も洗って使えるので物理ろ過として使っていきます。これは水草関連のツールですね。あとは化学反応式ボンベです。生意気にも小型水槽に CO2 添加させてもらいます。
中身は31アイスクリームでもらったドライアイスを封入したので、ガスの充填はバッチリです。これがあると本当にごちゃごちゃいじらなくても綺麗な水草育成ができるので使っていきます。ただ今回の動画では使わないです。次回使っていきます。それとオゾン発生器ですね。これは一回使っちゃうともう手放せないですね。茶苔も少なく済みますし、余計な病原菌もやっつけてくれますし、水槽の健康度が上がるので使います。あと水を軟水化するにもある程度使えるというのもあるんですが、これは次回説明します。すでにレイアウトの骨組みが終わっている状態から撮影していきます。ここに水草の植栽をしていくので、植えながら補足説明させていただきます。水槽はジェックスグラステリア250ブラックズームです。ブラックシリコンのフレームレス水槽です。横幅25センチ、高さ21センチ、奥行き17センチの小さめの水槽サイズです。これを使った理由が家に25センチスリム水槽があったからです。この水槽は3年前くらいに買った小型水槽で、値段もとても安かったです。ジェックススリムフィルターがついて2500円くらいだったので買いました。ブラックシリコンタイプは私自身結構気に入って使っていまして、90センチスリム水槽でもブラックシリコンタイプを使ってます。水形が切り取られた感じになるので引き締まって見える効果があります。特に小さい水槽だと底の世界観が際立って見えるのでおすすめです。ジェックスのグラステリアはガラスの蓋もついているので気に入って使っています。選んだ土は2種類です。この水槽は立ち上げの時点で水替えをしないで放置して水草育成しようと考えていたので、この低床材に何を選ぶかが本当に重要だと思っています。使ったソイルは下段と上段で分けました。下段がリベラソイル、その上にサプリソイルスーパーパウダーを重ねています。リベラソイルは短期間で水を仕上げるのに有効な栄養系ソイルです。普通の栄養系ソイルと比べて水をきれいに保つ吸着系の成分も入っているようです。サプリソイルはエビの育成にも使えて、水草を育てられるための栄養と水草の育成を促してくれるフルボ酸が含まれてます。両方ともガチの栄養系ソイルというより、少し水をきれいにしてくれる作用があるソイルです。小型の水槽なのでソイルから受ける水への影響は結構大きいので、立ち上げ初期にありがちな苔が生えまくる現象を回避したくて、ガチガチの栄養系ソイルは避けました。早めに水をきれいに仕上げたかったため、これらのソイルのチョイスをしました。サプリソイルよりリベラソイルの方が栄養を含むので、水草の根が張るであろう下段にリベラソイルを入れました。ソイルの厚さ的には約5センチですね。リベラソイルやサプリソイルが手に入らない人は、下段にエナジーソイル、上段にプラチナソイルスーパーパウダーでもいいと思います。下段に栄養たっぷり系、上段に水をきれいにする吸着系を入れておくことが大事ですね。私は今回、どんな風に立ち上げても割ときれいに管理できるソイルを選びました。結構リベラソイルとかサプリソイルを扱ってる店も増えてますし、ネットでも手に入るので、ソイルはいろいろ他にも使い回しできますので、なんかのついでにネット注文しておくといいと思います。次にレイアウトですね。レイアウトはあまり水質を変化させるような石は使いません。ここめっちゃ重要な気がします。竜王石とかちょっと白っぽい色の石は使わない方がいいです。使ったとしても小さいものにしておかないと水替えが面倒になります。住んでいる地域が川の上流の方とか、比較的 TDS が低くて軟水って呼ばれている地域でアクアリウムをやってる方は、こういった白っぽい石灰成分を含む石を使っても水替えで水質を軟水に持っていくことができますけどね。私は使えないです。水替えするだけで黒ひげ苔が出やすくなる地域ですので、こういった石灰成分を含む石は避けています。
右側に使ったのは溶岩石です。小さな溶岩石を重ねています。それと左側には川で拾った薄いオレンジ色の石と小さな木化石を組み合わせて洞窟のように演出しています。これらの石はあまり水質に影響を与えません。特に木化石なんかはもともと木が化石化したものらしいので、水質をアルカリ寄りにするなんて効果はないようですね。水草水槽には優しい石です。植えた水草は何種類かありますね。今回は手前側が緑色の水草、後ろ側が赤色の綺麗な水草を植えています。冒頭で紹介したこんな感じの色合いになります。右側の溶岩石には陰性水草であるアヌビアスナナやブセファランドラを透明のモビロンバンドで巻きつけてポンポンポンと上に置いただけです。背丈の大きな草が飛び出ていますが、これはミクロソリウムナローリーフです。土に直接植えなくても育つ水草なので岩に挟んでおきました。ミクロソリウムナローリーフやアヌビアスナナ、ブセファランドラは陰性水草です。あまり光を必要としない草です。光が直接当たっちゃう場所に置くと苔が生えやすかったり葉焼けを起こしてしまう草です。この水槽は手前に前傾層と後ろに後傾層を植えるつもりなので、もしかしたら直接光が当たってダメになってしまうかもしれません。光の当て方とかで工夫してみようかなとは思っています。前傾層にはグロッソスティグマを植えています。これはランナーで横に横にと匍匐して増えていく水草です。草原レイアウトの代表的な水草の一つです。グロッソスティグマは光が足りないと縦に伸びたり、植え方を適当にすると綺麗に匍匐しなかったりするので、一株ずつ丁寧にソイルに植え込みます。ソイルをスーパーパウダーにすると本当に植えやすいです。これがノーマルサイズのソイルだとすぐに抜けちゃいます。前傾層を植えるなら圧倒的にスーパーパウダーが楽です。後傾層にはロタラレディッシュを植えます。割と赤くなりやすい水草です。ここは1本ずつ植えていきます。あまり本数が多くないので1本ずつ植えています。本当ならこれの2倍くらいの密度で植えないと成長した時にスカスカな印象になっちゃいます。なのでこれは成長したらトリミングして切った部分を余っている場所に植え直していく必要があります。右側奥にはルドビジアニードルリーフを植えています。ルドビジアニードルリーフは水面付近で非常に綺麗な赤色に色づく水草です。小さな水槽ではこういった葉っぱが細かい水草を使うと遠近感を演出できるので見応えがあります。今回植えた後傾層はどちらも高い光量がなくても綺麗に赤く彩る水草です。特にルドビジアニードルリーフは低い光量で育てると成長もゆっくりになってトリミング頻度も減るので長期維持に向いています。小さな水槽はソイルをあまり多く入れられませんから、栄養を激しく消費するような水草はあまり入れないようにすると追肥や液肥の添加が必要なくなるので管理が楽になります。仕上げにレイアウトの真ん中に道を作ります。使ったのは小さな石です。小さな木化石と溶岩石を使っています。水草を植えるエリアを分けるために小さな石を使いました。それと ADA のアクアグレーベルを使います。これを使って道にしました。この石すごく良くてカラフルな色の石が多く入っています。それこそ何にでも合う小石です。川でも砂利っぽいものが拾えるんですけど、ここまで粒が大きいものは少ないですし、買っても大した金額じゃないので1個アクアグレーベルはあると便利ですよ。小さな石を敷き詰めるとその場所にはグロッソスティグマがランナーを伸ばしていきづらいので砂利を敷き詰めました。あまり細かいところまでランナーが伸びると手入れしづらくなるのでこういった工夫をしました。これでレイアウトが完成しました。
あとは水入れですね。水入れで最も重要なことは水温を24度くらいに合わせることです。マジで水温はとても大事です。陰性水草とか綺麗な色をした水草って低めの温度でも管理できるんですけど、お店で売ってるのって10度とか15度とかの環境で育った水草ではないので、真水でやっちゃうとダメージが入ります。最初に受けたダメージって結構後からボディーブローのように効いてくるので、水温は本当に合わせておいた方がいいです。私はエアコンを24時間使っていて、だいたい水温が22度から25度になるような室温になってます。なので部屋に1日バケツで水を置いておいて、水温を上げておきます。塩素も1日放置すれば抜けるので一石二鳥ですね。これを入れて完成というわけです。ここまでがレイアウト編ですね。次回は最も大事な維持管理というところになります。ここでごちゃごちゃいじりたくなるんですが、最初に光の設定とか CO2 の量とかバシッと決めて、あとはどっしりと構えた姿勢でこの水槽を仕上げていきます。最初のセットアップさえしっかりやっちゃえば、あとは楽ですから、次回もまた参考にしてください。